子供と一緒に過ごしていると驚かされることばかりで、例えばちょっと前までうまく喋れなかったのに、いつの間にこんなに賢くなって、あんなに小さかったのに、もうこんなに大きくなって、みたいな話じゃなくて、物陰から急に現れるとか、突如背中にタックルしてくるとか、そういう類の脅かしによってびっくりすることが多々あります。驚かされる側としてはたまったもんじゃなく、正直なところやめてほしいとその場ではつい考えてしまいますが、そんなびっくり体験をお金を払って楽しむのがホラーというジャンルではないでしょうか。最近のホラー界隈ではジャンプスケアという言葉も一般的に耳にするようになりました。いわゆる突然驚かせてくるタイプのホラーのことです。私も正直得意ではないのですが、LSD においてもそんなシーンがいくつか見られます。LSD がホラーかどうかはさておき、本日はそんな LSD におけるびっくり演出ことジャンプスケアシーンを紹介したいと思います。最近のゲームではチュートリアルを丁寧に実装していると思いますが、昔のゲームはそうではありません。LSD を初めてプレイした際にプレイヤーが訪れる明月荘の4階。おそらくここで多くのプレイヤーは操作方法を確認するはずなのですが、ここで四角キーを入力して下を向くと、突然全裸とおぼしき男性が姿を現します。見えないところにもキャラクターがいるかもしれないということを伝えるための意図だとは思いますが、2文字で言うならば、洗礼というほかないでしょう。LSD における怖さを象徴したフィールドであるバイオレンス街は、ジャンプスケアの宝庫です。真っ暗なフィールドの中、夕画灯のごとく灯る電灯に近寄ってしまうと、ワンピースの女性が降ってきます。一体どこに潜んでいたのか、ブランブランとぶら下がっているわけで、3文字で言うならばまさしく不気味であります。あるいは悪趣味と言いたいところですが、首くくり拓造ファンである可能性も私はまだ捨てきれていません。男性としては人生で一度はいたずらっ子な女性に振り回されてみたいものではないでしょうか。やはりこの街のワンピースの女性はおすすめでしょう。出入り口の近くの彼女らに声をかけようものなら、自らの首を落として歓迎してくれます。ここで海老名健一ファンである可能性も浮上してきました。それにしてもこの歓迎の姿勢、四字熟語で表すならばまさに天真爛漫ですよね。ほら、そこ、首をかしげない。出入り口だけでなく、リンクすることでもバイオレンス街に来ることができますが、ご覧の通り、このフィールドだけ特殊な場所にリンクする演出があります。高い高いビルの上、一歩でも動こうものなら落下してしまう危険性をはらんでいます。勇気を出して進んでみれば、無事着地できますが、ここは LSD 二段構えが抜かりない。あなたのせいではありません。きっと毎週そこで酔いつぶれてるんです。ハッピータウンもその名前とは裏腹にポップすぎてちょっと怖いかも。線路をたどっていくと正面から電車が。LSD はバックで走るのはちょっと操作が難しい。引かれちゃう前に丸ボタンを押してみるのもおすすめです。ハッピータウンのお城の横には何もない空間のように見えて、ある場所まで近づけば人の顔をした花が突然現れます。ちっちゃいのはまだ可愛いものですが、巨大な花はいきなり視線を遮るので驚いてしまうのも無理はありません。ハッピータウンの奥まで進めばハテナのオブジェが見えてきて、いや、頭にハテナ浮かべてるのはこっちの方だよ、なんてツッコミを入れる瞬間に大きな唇がこんにちは。あっという間に捕食されます。捕食といえば避けて通れないのが自然界のライオンでしょう。最初はマイペースに歩いているだけかと思えば、突然くるりとこちらに狙いを定め、じりりじりりとにじり寄ってきます。この時点でなんか怖いのは承知の上なのですが、いつ襲いかかってくるかわからないのが、こいつの嫌なところですね。LSD では癒される動物もたくさんいます。ほら、ワンちゃんとか。癒されますよね。ほら、
ね、こう、すっごく元気で、ね、粘り強くて、何回倒しても来やがってくる。ね、やめて。いや、本当に癒される景色とかあるんです。ほら、緑豊かな自然界。ね、いい景色でしょ？風が気持ちよさそうです。おや、そこに浮かんでるのは小さなお城。まるでファンタジーの世界。怪物までいるのはファンタジーそっくりですね。お城はトラップです。もう緑とか関係ないですが、あんなところに誰かいますね。こんにちは。京都はあまりびっくりする要素が比較的少ないフィールドかもしれませんが、偶数の日には突然プレイヤーがワープする現象が起こります。例えばこの建物の入り口というか凹みというか、興味本位でここに立ち入ってしまうと、振り返ると大仏様と目が合って気まずい雰囲気になること間違いなしです。その昔、昭和平成世代は深夜のテレビのカラーバーで心を癒しておりました。ブラウン管の画面に帯電する静電気を集めて心の栄養にしておりました。砂嵐は母親の体内の音に似ているなんて話もありますよね。さて最後になりますが、ジャンプスケアで避けて通れないのが黒紳士。唯一の敵とまで言われるこいつは突然目の前に現れるので、15年近くプレイしていてもついつい声が出てしまいます。三角キーで上を向くとぶつからないとか、視線をそらして逃げるとか、方法はありますが、突然プレイヤーの眼前に現れるので、走ってる時なんかはなかなか避けられません。デイが偶数の日にしか出現しないので、偶数の日は外出を控えましょう。以前の動画で黒紳士を解説した動画も投稿しておりますので、ご参考までに。以上、LST におけるジャンプスケアっぽいシーンを抜粋して紹介いたしました。これさえ頭に入れておけば、どんな怖がりさんでも安心してプレイすることができますね。PS ビータや PS3 でのみ628円でダウンロードできますので、お持ちの方はぜひプレイしてみてください。お気に入りの実況者にプレイさせて、これらのシーンでニヤつくのもおすすめです。それでは今回はここまで。チャンネル登録などに伴うあなたの親指の運動たったそれだけで救われる心もあるらしいです。この動画でたくさんチャンネル登録をして投稿者をびっくりさせるのはいかがでしょうか。大丈夫。脅かしはしませんよ。お大事に。